皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第1回目、その前半です。テーマはトルコ軍艦エルトゥール号の海難事故と日本人です。最近日本とそれを取り巻く世界の歴史を見直す動きが広まりつつあります。従来から聞かされてきたのは、日本はアジア諸国に多大なご迷惑をおかけしてきたという一方的な視点でした。むしろ日本はアジアをはじめ世界に多大な貢献をしてきたのではないかという考えが見直されつつあります。世界に誇る日本があります。その一方で世界から尊敬を失いつつある日本もまたあります。この両者の違いを深く考えることは、日本の歴史を正しく紐解く手がかりとなると信じます。世界に誇る日本人の心を私たち自身が再発見したいと思います。そのために日本人のルーツについてスポットを当てる必要があります。そこで副題として、日本人こそ聖書の民だったというテーマを掲げました。皆様にとって全く意外とも思えるこの視点で日本の歴史を紐解きたいと思います。第1番目、世界に誇る日本人の心についてお話ししたいと思います。久保有正氏の著書、神に愛された国日本から毎回逸話を紹介します。日本人の心の素晴らしさを解き明かし、感動と勇気を与えてくれる名著です。エルトゥール号の海難事故と日本人の心の交流は両国に感動を与えました。トルコと日本の友好の象徴でもあります。2015年に制作された映画海難1890は多くの人の目に留まり、日本人の素晴らしさを再発見してくれました。今から130年前に起きたトルコの軍艦エルトゥール号の遭難事故のことを多くの日本人は知らねえか忘れています。トルコが親日的な理由は、この未曾有の海難事故で当時の日本人が身の危険を顧みず、猛烈な台風の中遭難したトルコの船員を必死で救助したところにあります。明治23年1890年9月16日半、台風が和歌山県の南端大島を襲い、風雨に煽られてトルコ船が樫崎灯台付近で座礁。機関室に海水が入り、水蒸気爆発を起こして大破しました。遭難者を発見した灯台森は樫野の村に助けを求めました。そして必死の救助活動は始まったのです。当時樫野には50軒ほどの家がありました。総出で岩場の階段に降りました。だんだん夜が白んでくると、海面にはおびただしい船の破片と遺体が見えました。村の男たちは泣きました。遠い外国から来て日本で死んでいくことに胸が張り裂けそうになりました。一人でもたくさん救ってあげたいが、大多数は冷たくなって動かない。しかしわずかに息のある人たちを探し出しました。男たちは裸になって自分の体で船員たちを温めました。死ぬな、元気を出せ、生きるんだ。次々に息を吹き返していきました。618人のうち69名が助かりました。
大島は当時3つの村からなる400個の島でした。島の人たちは助かった船員を40メートルの崖を担いで村まで運びました。大柄なトルコ人を小柄な島の男たちが3人がかりで担いだのです。小さなお寺や学校に避難させ、貧しい村の人たちはなけなしの食物を彼に与えました。嵐で漁ができず、非常食もついに底が尽きたとき、村の人たちは最も貴重な鶏を調理しました。お天道様が守ってくださるよ、そう言ってトルコ人に食べさせたのです。こうして彼らは一命を取り留めました。また大島の人たちは遺体を引き上げ、丁寧に葬りました。このことは日本中に大きな衝撃を与え、日本全国からお見舞いのお金が寄せられ、トルコの遭難者遺族のもとに届けられました。神戸で治療を受けた生存者は、日本海軍の軍艦2隻で帰国の途につきました。2隻が無事トルコの首都イスタンプールの港に着いたとき、トルコ国民は感謝の念を持って日本海軍一行を大歓迎したのです。両国の絆の物語には続きがあります。イラン・イラク戦争で緊迫する中、1985年、今から35年前、イラクのフセイン大統領は突然48時間以降、イラン上空を通過する全航空機を撃墜すると世界に向けて発信しました。イランには215名の日本人がいましたが、脱出できず困り果てていました。自衛隊は法律上直接派遣ができず、日航機もリスクが大きいという理由で飛行機を飛ばしてくれません。各国の飛行機は自国の国民を運ぶのに精一杯で余裕はなかったのです。日本人はパニック状態にあり、日本のためにイランに来たのに日本に見捨てられたと嘆きました。その時救助を救ったのはトルコ政府でした。人気のトルコ航空機をテヘランへ派遣することを申し出て、215名の在留邦人を無事に救出することができました。タイムリミットの1時間15分前のことでした。まさにギリギリ。当時空港にいたトルコ人は500人以上で、彼らもまた航空機で脱出したかったのです。しかし日本人に席を譲り、危険な陸路を車で脱出したのです。トルコ政府もトルコ人が日本人の救助を受け止め、冷静に対応してくれることを信じていました。救出された日本人の感謝の言葉に対し、トルコ政府ははっきり言いました。私たちは95年前の日本人の恩を忘れていません。前駐日トルコ大使はこの件について次のように言いました。エルトゥール号の事故に際し、大島の人たちや日本の人たちの献身的な救助活動を今もトルコの人たちは忘れていません。私も小学校の頃、歴史で学びました。トルコでは子供たちでさえエルトゥール号のことを知っています。知らないのは日本人だけです。それでテヘランで困っている日本人のことを聞き、トルコ航空機が救助に向かったわけです。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではありません。日本人の
誇りではないでしょうか。どうして日本では道徳の教科書にこのことが記されていないのでしょうか。もし記されているなら、私たち日本人はもっと自国に誇りを持つことができるでしょう。第二に、なぜ日本人は世界から尊敬されるのでしょうか。第一に、世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは無償の愛でした。詳しくは後半の動画でアップしていますので、こちらもご視聴いただければと思います。最後にお知らせです。次回第2回目は9月19日土曜日、毎週土曜日を予定しています。テーマはシベリア残留のポーランド孤児を救出した日本です。よろしければチャンネル登録、ご感想をいただければ嬉しいです。本日はご視聴誠にありがとうございました。